海外船旅、インドからスリランカへ国際フェリーで行ってみた。こんばんは。南アジアを旅行中の夏戸です。現在インド南部の都市チェンナイ、これから隣の国スリランカへ向かいます。スリランカは日本同様に島国なので空路で行く方が大半ですが、それは面白くない。船で行きます。というわけでフェリーターミナルのあるナーガパッティナムという町までバスで向かいます。バスターミナルへの道は街灯が少なくて暗い。こう暗いと治安が不安ですが、それよりも野犬とか人間が寝てたり、牛が糞をばらまいてたり、道が凸凹してたり突然なくなったりするので、前後左右上下と全方向に注意を払わなければなりません。バスターミナル到着。チェン内のバスターミナルはこの近くに CMBT という立派なものがあるのですが、私が乗る便はこの路上から発着するらしい。場所も把握したし、お腹空いたので夜飯を食べましょう。インド最後の飯が中華かという気持ちはあるのだが、他に店がないのでしょうがない。まあ悪くはないです。やや薄味ですが、ケチャップをつけると良い感じ。私の乗るバスはこの目の前にあるやつみたいです。乗り込みましょう。こちらが私のベッドです。横になって寝られますが、枕が固定なのはちょっと寝にくいかも。スマホホルダーと USB タイプ A 端子がありますが、壊れてるのか充電できません。ファンもついてないのはさすがに暑い。窓を開けざるを得ず、そのせいで蚊が入ってくる。走り出したら風が入ってくるので涼しいけど、カーテンが大きくなびくので結構邪魔。それから常に青色 LED が光ってて落ち着かない。微妙。ところでインドスリランカ間のフェリーは以前はチェン内、コロンボ間やアダムスブリッジ間をつなぐ航路があったようなのですが、現在は運航してないみたい。なのでこれから行くナーガパッティナム、ジャフナ間が現時点では唯一の航路らしい。予定より1時間遅れでナーガパッティナムに到着。早めに着く便にしておいてよかった。まだ真っ暗ですが、バスターミナルは思ったより人いますね。フェリーポートはここから徒歩圏内なので歩いていきます。いや暗いな。チェン内も暗かったですが、明らかに街灯が少ない。治安的には問題ないと思いますが、野犬がうろうろしてるのが怖い。フェリーポート到着。ゲートの中には警備員がいて若干物々しさある。時間まで待てと言われたので、その辺の椅子に座って待ちます。はい、もろもろの手続き終わりました。建物内は出国審査とフェリーのチェックインを兼ねているようで、撮影はできなそうですね。待合室にチャイ屋台があったので一息つけました。出発の時間になったので外に出ます。手続きしてる間にすっかり日が出てますね。今日も良い天気です。ところで荷物検査が今までの人生で一番厳しかったです。ケキル用の小さなハサミまで没収されました。今まで飛行機は何十回も乗っていて問題なかったんですが、インドは厳しいのかな。こちらが今回乗るスリランカ行きのフェリーです。乗船します。私の席は上の階らしい。船が動き出しても他に人が来ない独占状態で草。席は予約時に選べるのですが、階が違うとかそういった表記はなかった気がします。ただめっちゃ寒い。冷房効きすぎやろ。しかし晴天でよかった。じゃあインドまた来るやで。出港したらすぐに無料朝飯配られた。チャツネがないので物足りなさは否めないが、サンバルだけでもうまい。しかし船旅は良いものだ。天候が良いのもあるだろうけど、思ったより揺れないし快適やね。航路は陸の近くを進むので携帯電話の電波も届きます。唯一の難点は椅子にリクライニングないことぐらい。ちょっと下の階を覗いてみましたが、客はまばらやね。
採算取れるんやろか。一応スピードテスト 27km 毎時ぐらいなのでおよそ15ノットで運行しているようです。速くはないですが十分でしょう。これから行くスリランカはインド洋に浮かぶ島国です。旧名はセイロン。紅茶の名前で聞いたことある人も多いでしょう。北海道よりやや狭い面積に2100万人程度が暮らしています。公用語はシンハラ語とタミル語。仏教徒が7割いる国ですが、ヒンドゥー教徒やムスリムなども一定数住んでいます。多数の世界遺産もあり、観光業も盛んな国です。スリランカ到着。下船後は不走と書かれたどこかで見たようなバスで入国審査へ。この建物で入国審査を行います。スリランカ入国完了しました。どれくらい滞在するのか、どこから出国するのか聞かれましたが、出国チケットの確認は求められませんでした。ちなみにスリランカ入国の際には ETA への登録が必要です。現時点では無料。オンラインで簡単に取得できるので、渡航の際には忘れずに手続きしておこう。出国したところには小さな売店があるのみ。 SIM カードと書かれているので売っているように見えますが、残念ながらうまく通じず購入失敗。東京いすゞと書かれたマイクロバスがあります。日本の中古車両かな。さて、この港からジャフナの町までは若干距離があるのですが、船内で話をした若者と一時行動を共にすることにします。まずは近くのビーチでのんびりすることに。と言っても私は海に入らず、軽食でも食べます。エッグロールはサモサみたいな見た目。スリランカではこれをロールというのかな。中身はゆで卵とジャガか何かのカレー。ザクザクとした食感に程よくスパイシーな味付けでうまい。さてバス乗り場へ。このジャフナカンカサンチュライロードにはいくつかバス停があり、ジャフナ行きのバスも通ってるようです。バスが来ました。いすゞ製らしい。行き先表示を確認して乗り込みます。車体に書かれていた人生旅例ってなんだと思ってググったら、美しき人生という韓国ドラマの中国語表記らしい。いろいろと惜しい。日本アピールするならひらがながおすすめです。この辺はスリランカの田舎町といった雰囲気やね。あの像は何だろう。寺院があるのかな。ようやく町に到着しました。フェリーで会った若者たちとはここで別れます。じゃあホテルへ向かいつつ SIM カードを入手します。しかしこの辺りスマホ屋は多いのですが、外国人はここでは買えないと言われ購入できない店ばかり。こういう時はキャリアショップなのですが、場所もよくわからないので、とりあえずホテルに向かいます。 ATM を発見したのでキャッシングを行いました。この国の通貨はスリランカルピー。100ルピーが50円ぐらいなので分かりやすいですね。途中にスーパーマーケットがあったのでお菓子などを購入。ヨーグルトは普通の砂糖入りで甘いやつ。ポテトチップスはやや固め。トマト味らしいけど塩味が強めかも。こんなところにもバーガーキングとドミノピザ。君たちどこにでもいるね。ホテルの近くにも携帯電話屋があったのでダメ元で聞いてみたら、外国人でも SIM カード買えるとのこと。サクッと購入しました。これで OK。900 円程度で 15GB に YouTube を気兼ねなく見られるのは良いね。ホテルはこの通りにあります。一つ外れてますが、上からタミル語、シンハラ語、英語かな。特に今いるジャフナはタミル人が多い地域らしい。あとちょっと。犬がたくさんいて怖い。ホテル到着。
シングルで予約したはずがダブルシングルの部屋に通された。まあええか。エアコンなしファンのみ、洋式トイレ、水シャワー、インドとバングラデシュでよく見た組み合わせですが、スリランカでも安価なホテルは同じような感じみたいやね。少し休憩してました。これから夜飯を食べに行きます。こちらのレストランにしましょう。スリランカでも店先で調理するスタイルらしい。ポットはスリランカ名物でロティを細かく刻んだものらしい。もちっとしてますね。これ自体は薄味ですが、カレーをかけて食べるとうまいね。というわけで無事インドからスリランカへ来た Vlog でした。このルートを通る日本人はあまりいないと思いますが、参考になればいいなと思います。それでは今回の動画はここまでとします。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは海外一人旅の様子を公開しています。いいねやフォロー、チャンネル登録などしてくれると嬉しいです。よろしくお願いいたします。